中国に対する見方はプロの間でも両極端です。一つは中国は巨大な債務バブルの真っ只中にあり、それは持続不可能で崩壊するというもの。もう一つは中国のテクノロジーが世界を乗っ取り、中国経済が米国にとって変わり頂点になるというものです。その中国が今抱えている大きな問題の一つが不動産バブルです。投資家たちは10年くらい前から中国の不動産バブルがいつ弾けるのかと市場を注視してきました。空売り王であり粉飾決済を見抜く天才ともされるジム・チャノスは、中国の不動産バブルは持続可能なものではなく地獄行きのトレッドミルに乗っているといい、中国の不動産バブル崩壊に対して警鐘を鳴らしてきました。そして今まさに中国では不動産バブルの崩壊が囁かれているんです。中国の不動産セクターは GDP の3割をも占めていると言われており、貯蓄に至っては不動産が7割をも占めていると言われています。つまり多くの中国人が不動産の値上がりによって富を築いてきたということです。中国の地方都市には至るところにゴーストタウンが出来上がり、誰も住んでいない家には水や電気などのインフラも通らず、それでもローンを払い続けなければいけない人たちが劣悪な環境の中で暮らしています。実はこの問題は十数年も前から起きているのですが、最近になって問題が大きく取り上げられている背景には、中国当局の締め付けによって不動産デベロッパーが資金繰りに苦しくなり、結果多くの住宅が未完成のまま放置されるという状況が多発しているためです。中国では住宅が完成する数年前から売買契約を結び、ローンの支払いが始まるため、建物が未完成でもローンを払い続けなければいけません。工事が完全にストップし、完成するめどが立たない状況に激怒した購入者たちが一斉にローン支払いのボイコットを始め、それがさらに不動産デベロッパーの資金繰りの状況を悪化させるというまさに負のスパイラルに入っているんです。中国の地方都市で鬼城、つまりゴーストタウンを見た人は、どうしてこんなことになるまで放置したのだろうと不思議に思います。市場原理が働いている国に住んでいると、需要がないところになぜ無駄な住居を作るのかという疑問は当たり前のように湧いてきます。つまり中国の不動産セクターでは市場原理が働いていないということです。日本の1980年代の不動産バブルの時にも異常な不動産開発は行われましたが、中国のような廃墟は生まれませんでした。なぜなら無謀な投資をした不動産開発業者や銀行は採算が取れなくなると市場原理が働き、退出を余儀なくされるからです。中国では地方政府と国有銀行が結託し、大型の不動産開発を行ってきたため、不採算案件になった場合に誰が責任を取るのか曖昧なまま不動産バブルが巨大化してしまいました。しかし中国当局の3つのレッドライン政策によって中国恒大をはじめとした不動産開発会社が経営危機に陥ってしまいます。この動きはある意味健全な流れとも言えるでしょう。しかしこの中国の不動産不況がリーマンショックのように世界金融危機にまで発展するかというと、必ずしもそうとは限りません。なぜなら中国はアメリカや日本のような経済システムとは全く違う固有のシステムを構築してきたからなんです。異例の3期目を目指している習近平政権は共同富裕というコンセプトを掲げ、国民全員が豊かになるという目標を掲げています。これを前面に押し出しているのは当然ながら一部の人しか豊かになっていないからです。クレディ・スイスが発行しているグローバルウェルスデータブック2021によると、中国の上位 1% の富裕層が所有する富は全体の 30% を超え、ブラジルや米国と並んで世界有数の経済格差の大きい国となっています。中国の GDP の規模はアメリカに次ぐ世界第2位ですが、1人当たり GDP はおよそ145万7000円程度で、ドル換算で世界第62位とまだまだ先進国のレベルにはありません。中国の田舎の農家の暮らしは上海や北京の都市部とは比べ物にならないぐらい貧乏で、同じ国だとは思えないほどだと言われています。話を共同富裕に戻しますが、実はこのコンセプトは日本がかつて行った政策である国民所得倍増計画に非常に似ているんです。日本の不動産バブルが弾けたきっかけは日銀の金融引き締めや当時の大蔵省による総量規制だったと言われています。中国も当時の日本と似た状況が多く見られることから、中国は今後日本と同じように不動産バブルの崩壊に向かうと考える人もいます。しかし当時の日本と中国には決定的な違いがいくつもあります。
その違いを話す前に、まず不動産がなぜ経済成長に手っ取り早いのか理解する必要があります。現在首都圏のマンション平均価格は6100万円程度と非常に高くなっていますが、数千万円ほどする住宅をキャッシュ一括で買う人は稀で、多くの人はローンを組んで住宅を購入します。逆に言えば、ローンを組むことができれば数千万円するマイホームを誰でも購入することができるということです。購入された住宅は銀行が一括して支払いを行うため、数千万円の売り上げが一瞬にして立ちます。ローンという魔法を使い、一般市民に住宅を購入してもらうことで、国としては簡単に GDP を倍増させることができるんです。中国も同じような手法で経済成長を享受してきましたが、日本とは明らかに違う点があります。それは中国では土地はすべて国のものであり、中国では物事が市場に任されることはないということです。通常であれば空き家だらけのゴーストタウンや無駄に建設された複合施設は市場原理が働き、供給が大幅に減ると価格が下がり、過剰在庫は解消されるはずです。しかし中国では不動産の過剰在庫に対して中央政府が対処してきたという歴史があるんです。例えば2017年に中央政府は貴州省にスラムの43万戸を一掃するように命じました。話はここで終わらず、スラム住民は政府の保証を受け、新築の高層住宅に引っ越すことができたんです。住宅購入者は誰でも引っ越し先である貴陽市の戸籍をもらえることができたんです。戸籍があれば貴陽市の社会保障を得られるため、地方から出てきた人たちにとってはまたとないチャンスとなり、再び不動産市場を刺激することができたんです。こうした動きは中国の至るところで見られ、中国当局が非常に注意深く不動産市場をコントロールしてきたことが伺えます。中国政府にとって不動産とは中国経済の成長を回し続ける大事な車輪となるセクターなんです。そしてこれが非常に大事なポイントなのですが、中国の現在の不動産セクターの苦境は政府自身によってもたらされたということです。中国のトップである習近平は現在69歳ですが、今まで国家主席は68歳で引退するという慣例があったため、3期目突入となると慣例を破り異例のこととなります。権力をますます強めていく習近平指導部が目玉に挙げているのが、共同富裕で不動産によって生じている持てるものと持たざるものの格差を埋めていくために、不動産セクターの過熱はどうしても止めたかったと捉えることができます。そして不動産価格をより手頃な値段に押し下げることで共同富裕を達成しているようにも見えます。そして不動産によってもたらされた巨大債務のデレバレッジも進めたかったに間違いありません。金融安定化は習指導部にとって最も大事な政策の一つであり、中国経済で特別な役割を担っている企業が莫大な債務を抱えていることは明らかに問題だからです。国際決済銀行によると、2020年の中国のトータル債務は GDP 比 280% にも上るといいます。中国の統計は信頼性が低いため、一部の経済学者たちは貸し手のデータに基づくと対 GDP 比で 310% にも上ると主張しています。どちらにせよ中国の債務が非常に高いところにあるのは間違いありません。一方で中国の一人当たり GDP を見ると、ドルベースで1万2000ドル、日本円にしておよそ145万円程度しかありません。債務は先進国並みに大きく、所得は新興国並みというのは中国特有の問題にも見えます。中国の不動産バブルがどのように終結していくのかは誰にもわかりませんが、過去を見てみると中国政府は何としてでもハードランディングを避けるために政策を講じてきたことがわかります。危機が起きるたびに借金を積み上げてそれを解決してきたんです。今や中国の政府の統計には不良債権は記載されず、その実態を正確に見ることは不可能ですが、すでに金融システムの安定を脅かすレベルにあるとの見方は妥当かもしれません。しかし一方で、今まで中国不動産バブルの崩壊を予言してきた人々は、中国の政策立案者たちの巧みな手法を過小評価していたと言えます。中国の不動産ブームは私たちが考えるよりも耐久性があり、中国の政策立案者たちが景気を悪化させずにバブルのガス抜きをする能力が非常に高いことがわかります。そういったことからも、おそらく中国不動産バブルの崩壊は日本の不動産バブル崩壊やアメリカのサブプライムバブル崩壊のような大きなものではなく、今の停滞がしばらく続き、ゆっくりと進む可能性が高いとも言えます。少なくとも明日すぐに中国経済
済が崩壊するというような可能性は非常に低いということははっきりと言えるでしょう。中国には一党独裁国家特有の強みがあり、習近平国家主席の強いトップダウンの決定によって14億人というとてつもない人口を持つ国をまとめ上げてきました。中国では個人が自由に発言することは日に日に難しくなっており、国が経済を支配し、市場では規制当局が介入を繰り返します。社会主義は機能しないということは歴史がすでに証明していますが、一党独裁の共産主義国家で独特な資本市場を築き上げてきた中国がどこまで経済成長していけるのか非常に面白いところです。中国への投資については投資家によっても全く見方が異なっています。ジョージ・ソロスは中国に投資するのは国家安全保障を脅かし、投資家は確実に損をするだろうと早くから警鐘を鳴らしてきました。一方でチャーリー・マンガーは中国のシステムはアメリカとは全く違うものだと理解し、受け入れる必要性があることを示し、中国の一部の会社はアメリカの会社よりも投資する価値があると言っています。今回はチャーリー・マンガーの中国に対する投資の考え方を聞いておしまいにしたいと思います。China is a big modern nation. Got this huge population, huge modernity that's come in the last 30 years. We invested some money in China because we could get more value in terms of the strength of the enterprise and the price of the security than we could get in the United States. The Chinese government is worrying all the capitalists in the world way more than it used to. Of course, we don't like that. We wish that China and the United States got along better. If you stop to think about it, think of how massively stupid both China and the United States have been to allow the existing tensions to arise. What bad is ever going to happen to China or the United States if we two are close? If we make good friends out of the Chinese and vice versa, who in the hell is ever going to bother us? Of course we should make friends with China. And of course we should learn to get along with people who have a different system of government. We like our government because we're used to it and it has advantages of personal freedom. And I don't think we should be criticizing China, which has terrible problems because they're not just like the United States. They do some things better than we do. They should like us and we should like them.